昔々、山と森に囲まれた小さな村がありました。村の名前は青葉村といい、春になると山いっぱいに若い緑が広がる、とても美しい場所でした。村の人たちは畑を耕し、川で魚を取り、静かで優しい毎日を送っていました。その村にユータという少年が住んでいました。ユータは12歳で、好奇心がとても強い子でした。森の中を歩いたり、川の石をひっくり返して虫を探したり、夜になると星を眺めたりするのが大好きでした。ヨータのおばあさんはよく昔話をしてくれました。この山の奥にはね、不思議な森があるんだよ。ある晩、おばあさんはゆっくりとそう言いました。不思議な森とユータは目を丸くしました。そうだよ。昼は普通の森だけれど、月が出る夜になると、森の中で光る道が現れるんだ。光る道？その道をたどっていくと、誰も知らない世界につながっていると言われているよ。ヨータはワクワクしました。その森はどこにあるの？おばあさんは少し笑いました。村の北の山の奥さ。でもね、子供が一人で行く場所じゃないよ。ユータはうなずきました。でも心の中では、その森を見てみたい気持ちでいっぱいでした。次の日、ユータは友達のケンと川で遊んでいました。ねえ、ケン。何？北の山の奥に不思議な森があるって知ってる？ケンはびっくりしました。本当に？おばあさんが言ってた。夜になると光る道が出るんだって。ケンは少し考えてから言いました。それ、村の大人も言ってるよ。でも誰も本当に見たことがないらしい。ユータの目がキラキラしました。じゃあ、僕たちが見に行こう。ケンは慌てて首を振りました。ダメだよ。山の奥は危ないって父さんが言ってた。昼だけ行ってみようよ。少しだけ。ケンはしばらく悩みましたが、最後にはため息をつきました。ほんの少しだけだよ。二人は川で遊ぶふりをして、こっそり山の方へ歩き始めました。山道はだんだん細くなり、木が高くなっていきました。鳥の声が遠くから聞こえ、風が葉っぱを揺らしていました。しばらく歩くと、ケンが言いました。もう帰ろうよ。しかし、その時です。森の奥からふわっと青い光が見えました。見て、とユータが小さな声で言いました。木と木の間から優しい光が揺れていました。二人はそっと近づきました。すると、そこには小さな光の玉が浮かんでいました。まるで星のかけらのようでした。うわー、ユータが手を伸ばすと、その光はふわっと動きました。そして、ゆっくり森の奥へ進み始めました。まるで、ついてこいって言ってるみたいだね。とユータが言いました。ケンは少し怖そうでした。でも、しかし光の玉は止まらず、森の奥へ奥へと進んでいきます。ユータは決心しました。僕、行ってみる。ユータ、ケンが止めようとしましたが、ユータはもう光を追いかけていました。森の中はどんどん静かになりました。鳥の声も聞こえません。
風も止まったようでした。そしてしばらく歩いたとき、突然木々の間に細い道が現れました。その道は柔らかい光で輝いていました。これが光る道。ニョータは小さくつぶやきました。道は森の奥へと続いていました。そしてその先には見たこともないほど大きな木が立っていました。その木は空に届くほど高く、葉っぱが青く光っていました。ユータが近づくと、大きな木の中から声が聞こえました。やっと来たね。ニョータはびっくりして、あたりを見回しました。誰？すると、木の幹の中から小さな女の子が現れました。女の子の髪は銀色で、目は星のように光っていました。私はリーナ。この森の守り火だよ。ユータは言葉を失いました。守り戸？リーナはうなずきました。この森は普通の森じゃない。ここは境の森。人の世界ともう一つの世界の間にある森なの。ユータの心はドキドキしていました。もう一つの世界？リーナはにっこり笑いました。そして君にはその世界へ行く力があるみたい。その時、光の道がさらに強く輝きました。森の奥から不思議な風が吹いてきました。そして遠くからまるで鈴の音のような音が聞こえてきました。リーナは静かに言いました。さあ、ユータ、冒険が始まるよ。リーナの言葉を聞いたとき、ユータの心は強くドキドキしました。森の奥から聞こえる鈴のような音は少しずつ大きくなっていました。冒険？ユータは少し緊張した声で聞きました。リーナはうなずきました。そう。この森の奥には人の世界とは違う場所があるの。その時、後ろから声が聞こえました。ユータ、ケンでした。息を切らして光る道のところまで走ってきたのです。ユータ、急に走っていくからびっくりしたよ。ケンはそう言ってからリーナを見て固まりました。ニュータが言いました。ケン、この子はリーナ。この森の守り人なんだって。ケンは目をパチパチさせました。守り人？リーナはにっこり笑いました。こんにちは。ケンはまだ信じられない顔をしていました。その、こんにちは。しばらく沈黙が続きました。すると突然大きな木の葉がさらさらと揺れました。青い光がゆっくりと広がり、森全体が優しく輝き始めました。ユータは思わず言いました。きれい。リーナは空を見上げました。もうすぐ扉が開く時間だよ。扉？とケン。リーナは光る道の先を指さしました。大きな木の根元に小さな光の輪が現れていました。その輪はだんだん大きくなっていきます。この森には二つの世界をつなぐ扉があるの。ユータは目を見開きました。その向こうに行けるの？でも誰でも行けるわけじゃない。リーナはユータを見ました。強い心と優しい心を持つ人だけが通れるの。ケンが小さな声で言いました。ユータ、帰ろうよ。しかしユータは光の輪を見つめていました。その光はとても不思議で、まるで呼んでいるようでした。僕、
行ってみたい。ケンはびっくりしました。ユータはゆっくり言いました。だって、こんなこと二度とないかもしれない。リーナは少し考えてから言いました。本当は人間を連れて行くことはめったにないの。でもね、リーナは優しく微笑みました。森が君を呼んでいるみたい。その時、光の玉がまた現れました。ヨータの周りをくるくる回りました。ほらね、リーナが言いました。ケンはまだ不安そうでした。でも、もし帰れなくなったら、リーナは首を横に振りました。心配しないで。扉はまた開く。でも、時間は限られている。夜が終わる前に戻らないといけないよ。ヨータはうなずきました。わかった。そして、ケンの方を見ました。ケン一緒に行こう。ケンはすぐには答えませんでした。光の輪はどんどん明るくなっていました。森の奥から優しい風が吹いてきます。ケンは深く息を吸いました。わかった。ニュータが笑いました。本当？でも、絶対すぐ帰るよ。リーナは楽しそうに言いました。じゃあ、行こう。三人は光の輪に近づきました。光は水のようにゆらゆら揺れていました。ユータは手を伸ばしました。指が光に触れた瞬間、柔らかい暖かさを感じました。すごい、リーナが言いました。そのまま一歩進んで、ノータはゆっくり足を前に出しました。すると世界がぐるっと回りました。風が強く吹きました。光があふれました。そして次の瞬間、ヨータたちは全く知らない場所に立っていました。空は紫色で、雲がゆっくり流れていました。地面には青い草が生えていて、遠くには光る湖が見えました。ケンは口を開けました。ここ、どこ？リーナは言いました。ここはルミナの世界。ヨータは周りを見回しました。すると遠くで小さな生き物がぴょんぴょん跳ねていました。体は丸く、耳が長く光っていました。わ！ユータが言いました。その生き物は近づいてきました。そしてちょこんと立ち止まりました。こんにちは。なんと日本語で話しました。ユータとケンは同時に言いました。喋った。その生き物は笑いました。もちろん、僕はポポ。ポポ？この森の案内役だよ。リーナは言いました。ポポ、ちょうどよかった。ポポはユータたちを見ました。人間？ポポは興味深そうに近づきました。珍しいな。その時、遠くの空が急に暗くなりました。紫の雲の向こうで黒い影が動きました。リーナの顔が少し真剣になりました。もう来た。ユータが聞きました。何が？リーナは空を見つめながら言いました。影の竜。ジブー。風が急に冷たくなりました。遠くから低い声のような音が聞こえました。ポポが震えました。まずい。ユータは言いました。影の竜って何？リーナは静かに答えました。この世界の光を食べる存在。そして、リーナはユータを見ました。君たちがここに来た理由もきっとそれに関係している。ユータとケンはリーナの言葉を聞いて顔を見合わせました。光を食べる。
ケンが不安そうに言いました。リーナはゆっくりうなずきました。影の竜はこの世界の光を少しずつ消しているの。空を見ると、さっきまで紫色だった雲の一部が黒くなっていました。その黒い雲はまるで生きているようにゆっくり動いていました。ポポが小さな声で言いました。最近森の光も弱くなってるんだ。ニュータは拳をぎゅっと握りました。その竜はどこにいるの？リーナは遠くの山を指さしました。そこにはとても大きな黒い山がありました。山の周りには黒い霧がかかっていました。影の谷。リーナはそう言いました。影の竜はあそこに住んでいる。ケンはごくりと唾を飲みました。なんだかすごく危なそう。ポポは耳をピクピク動かしました。僕たちはあまり近づかない。しばらく沈黙が続きました。風が静かに草を揺らしていました。その時、リーナがゆっくり言いました。でもね、この世界には、竜に対抗できる力もある。ユータが聞きました。どんな力？リーナはユータの胸のあたりを見ました。人の心の光。ヨータはびっくりしました。僕の？そう。リーナは言いました。人間の心にはとても強い光がある。ポポも言いました。この世界の生き物にはない力なんだ。ケンは首をかしげました。でも僕たちは普通の人間だよ。リーナは優しく笑いました。普通でもいいの。勇気と優しさがあれば光は生まれる。ニュータは遠くの影の谷を見ました。黒い霧はゆっくり動いていました。胸の奥が少し熱くなりました。もしその竜を止めなかったらどうなるの？リーナは少し悲しそうな顔をしました。この世界の光は全部消えてしまう。ポポも小さくうなずきました。そうしたら森も湖も全部暗くなる。ケンはユータの服をつかみました。ユータ、僕たち帰ろう。ユータはすぐには答えませんでした。目の前には不思議で美しい世界があります。でもその空の一部は暗くなっていました。その時です。突然遠くの森から声が聞こえました。助けて。ポポが耳を立てました。誰かいる。また声がしました。助けて。リーナが言いました。行こう。4人は声の方向へ走りました。青い草の森を抜けると小さな谷がありました。谷の中には小さな光の生き物がいました。体は丸く、羽があり、ふわふわ光っていました。でも、その周りには黒い影がありました。影は煙のようにゆらゆら動いていました。小さな生き物は震えていました。怖いよ。ポポが叫びました。影のかけらだ。リーナの顔が真剣になりました。もうこんなところまで。影は生き物に近づいていました。ユータが言いました。どうすればいい？リーナは言いました。光を信じて。その時、影が生き物を包もうとしました。ニュータは思わず前に出ました。やめろ！その瞬間、ニョータの胸から優しい光がふわっと広がりました。白くて暖かい光でした。影はその光に触れると
シュッと小さくなりました。そして消えてしまいました。谷はまた静かになりました。小さな生き物がゆっくり近づきました。ありがとう。ヨータはびっくりしました。大丈夫？生き物はうなずきました。ポポが言いました。すごいよ、ユータ。ケンも驚いていました。本当に光が出た。リーナは静かに言いました。やっぱり。ニュータが聞きました。やっぱり。リーナは微笑みました。君は光の子かもしれない。光の子。その時、遠くの空で大きな影が動きました。黒い雲がゆっくり広がりました。そして、同音、低くて大きな音が空に響きました。ポポが震えました。影の竜が動いた。リーナは影の谷を見ました。時間がない。ヨータは言いました。僕、行く。ケンが驚きました。ユータは強く言いました。この世界を助けたい。風が静かに吹きました。リーナはゆっくりうなずきました。じゃあ、まず光の湖へ行こう。そこに、この世界を守る力がある。ポポが元気よく言いました。案内するよ。4人は光る湖の方向へ歩き始めました。その背後で遠くの黒い山がゆっくり動いているように見えました。ヨータたちはポポの後について光の湖へ向かいました。道の途中で空は少しずつ暗くなっていきました。遠くの影の谷から黒い霧がゆっくり広がっていました。ケンは小さな声で言いました。なんだか空が重いね。リーナはうなずきました。影の竜が力を集めている。しばらく歩くと森が急に開けました。目の前には大きな湖がありました。湖の水は青く光っていて、星のような光が水の中で揺れていました。ノータは思わず言いました。きれい。ポポは嬉しそうに言いました。ここが光の湖だよ。リーナは湖の前に立ち、静かに言いました。この湖には、この世界の光が集まっている。もし影の竜がここを支配したら、世界は本当に暗くなる。その時です。突然空が大きく揺れました。ゴー。低くて恐ろしい音が空から聞こえました。ヨータたちが空を見ると、黒い大きな影が近づいていました。それはとても大きな竜でした。体は黒い霧のようで、赤い目が光っていました。ポポが震えました。影の竜だ。影の竜は空をぐるりと回り、湖の上に止まりました。そして低い声で言いました。光、見つけた。その声はまるで雷のようでした。剣は怖くて動けませんでした。しかし、ユータは前に出ました。リーナが言いました。ユータ、心の光を信じて。ユータは深く息を吸いました。そして目を閉じました。おばあさんの笑顔、村の景色、友達の剣。大切なものを思い出しました。その時、胸の奥から暖かい光が生まれました。ユータの体から優しい光が広がりました。その光はどんどん強くなり、湖の光と重なりました。湖の水が大きく輝きました。影の竜はうなりました。眩しい。光はさらに広がりました。そしてドン、大きな光が空に広がりました。影の竜の体は
少しずつ崩れていきました。黒い霧は風に流されるように消えていきました。そして最後に竜の影は小さくなり、空から消えてしまいました。空は静かになりました。黒い雲はなくなり、紫の空が戻ってきました。湖は優しく光っていました。ポポが跳ねました。やったー。剣も大きく息を吐きました。終わった。リーナはユータを見ました。ありがとう。ユータは少し照れながら笑いました。その時、湖の光が優しく揺れました。リーナが言いました。扉の時間だよ。遠くの森に光の道がまた現れました。ケンが言いました。帰れるんだね。ポポは少し寂しそうに言いました。また来てね。ニョータはうなずきました。うん、きっと。リーナも微笑みました。この森はいつでも君たちを覚えている。ユータとケンは光の道へ歩きました。そして一歩進むと風が吹きました。光が揺れました。次の瞬間、二人は元の森に立っていました。夜の森は静かでした。月が木の間から見えていました。ケンが言いました。夢じゃないよね。ユータは笑いました。ポケットの中には小さな光る石がありました。ユータはそれを見て言いました。本当の冒険だった。それから何年経っても、ユータはあの夜を忘れませんでした。そして時々夜の森を見ると、遠くで小さな光が揺れているように見えました。もしかしたら、リーナやポポがまだそこにいるのかもしれません。そして、どこかの世界では今日も、光が静かに輝いているのでした。